人はどうして本を読むのでしょう。あなたは普段何のために本を読んでいますか？娯楽や気分転換？それとも自己研鑽でしょうか？一冊でも多く読んで知識を得てスキルアップする。そのための読書も素晴らしいですが、それだけではもったいないとも思うのです。本にはすごい力があって、読書にはもっと多くのことができるのです。例えば、2009年にイギリスで行われた調査では、音楽鑑賞や散歩、お茶やコーヒーを飲む、ゲームで遊ぶといった様々なリラックス法のうち、最も効果的な方法が読書であることが分かりました。その他にも、各国で読書がストレスを軽減し、寝つきを良くし、長生きさせてくれる上に、共感力まで高めてくれる。そんな研究結果が出ているのです。読書セラピー？聞いたことないなぁ、という方もいるかもしれません。では、本を読んでなんだかほっとしたり、気持ちが軽くなったりした経験はありませんか？子供の頃にはお気に入りの絵本を何度も読んでいたかもしれません。学生時代には漫画の主人公の挑戦に勇気をもらい、人付き合いに悩んだ時にコミュニケーションの本を読んでヒントをもらったかもしれません。散らかった部屋を何とかしたくて、片付け本にコツを教わったかもしれませんし、思うような仕事ができずに嫌気がさしていった時に自己啓発書を読んでやる気が出たかもしれません。日常的なことから人生に大きな影響を及ぼすことまで、読書セラピーをあなたはすでに体験しているはずです。読書セラピーとは、読書によって問題が解決されたり、何らかの癒しが得られたりすること。不安に揺れる心を整えてくれるだけではなく、本質的な問題に向き合う力を与えてくれる読書セラピーをあなたも活用してみませんか？こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は心と体が楽になる読書セラピーという本をご紹介します。このハッピー研究所にお越しの皆様は、比較的普段から本を読む方が多いのかなと思いますが、その読書が皆様の心と体を癒してくれるというのです。著者は翻訳家であり心理カウンセラーでもある寺田真理子さん。彼女は父親の仕事の都合で14歳まで中南米で過ごすのですが、その間、自宅の狙撃やゲリラによる日本人学校の脅迫などを体験したそうです。そして帰国後も日本での様々な環境の違いに悩みながら頑張ってきたのですが、社会人になった後、とうとううつ病になってしまったのです。ですが、そんな彼女を助け、癒してくれたのが本だったのです。ご自身の経験も踏まえながら、読書の心と体への効能を伝えてくれている本書は、非常に納得感があるものになっています。本動画では、読書セラピーとは何か、心と体を癒す本の読み方、選び方をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。読書セラピーとは？読書セラピーは英語ではビブリオセラピーと言います。ビブリオは古代ギリシャ語の書物または聖書を意味し、セラピーは治療法という意味があります。つまりビブリオセラピーは書物による病気の治療法という意味で、医学の分野で患者に治療過程で読書をさせることをこのように名付けました。それがカウンセリングの領域でも用いられるようになったのです。実は読書セラピーの起源はとても古く、古代ギリシャの図書館にはドアに魂の癒しの場所と記されていたそうなんです。当時から読書のセラピー効果が認識されていたんですね。読書によって問題が解決されたり、何らかの癒しが得られたりすること。これが読書セラピーなのです。実際の読書セラピーは、一人で読み進めることもあれば、セラピストとクライアントの二人で読んだり、読書会という形で集団療法で用いられることもあるんです。また、読む本に関しても、文学だけでなく、ハウツーものなどの実用書や漫画なども含めて様々な本を利用しています。要は、
本人が何を求めているかによってどのような本を読むかが変わるんです。例えば、片付けたいという思いがある場合、それが単に物理的に快適な状態にしたいという願いの場合は、収納テクニックなどのハウツーが適しているでしょう。ですが、片付けたいという思いが自分自身の人生の見直しに通じる意味合いの場合もあるのです。そんな時は、自分の境遇に似た主人公が登場する小説などの方が適しているんです。そんな読書セラピーの効果は実に様々で、認知症やうつ病、ストレス改善や睡眠促進、さらに筋炎や体の痛みにも効果があるんです。例えば、椎間板ヘルニアは腰痛の原因と思われていますが、実際にはヘルニアがあっても全く痛みがない方もいますし、腰痛との因果関係があるわけではないのです。腰痛のための医者も治療者もいない国には、腰痛の人もいないそうです。このような知識を得るだけでも、腰痛に対する捉え方が変わってきますし、実際、読むだけで腰痛が治ったという読者の方も多いそうなんです。世界各国でも読書セラピーは進んでおり、イギリスでは医師が精神疾患の患者に対して薬と合わせて本を処方する医療システムも始まっています。日々の様々な悩み事だけでなく、認知症やうつ病、筋炎や腰痛治療など、読書セラピーはその適用範囲を拡大し続けているのです。それでは、そんな読書セラピーの実践方法を少しだけご紹介します。まず、本の読み方です。あなたはいつもどのように本を読んでいますか？様々な情報をインプットするために速読を身につけているかもしれませんね。ただ、読書セラピーの場合には、むしろゆっくり読むことをお勧めします。その方が、ゆっくり読んでいる自分を認識することで、自分の心の余裕を体感できるからです。また、書き手が書くことに費やしたのと同じくらいのペースで読むことで得られるものもあるでしょう。著者がどうしてこの単語を漢字ではなく、あえてひらがなで表記したのか、どうしてここで句読点を置いたのか、など考えながら読んでいくことで読みも深まります。本を読む時間があまり取れず、ついついジャケ買いした本が溜まってしまっている方も多いと思います。でも、全然問題ありません。そんな時は、その本の関心のある箇所をパラパラと眺めるだけでもいいんです。ついつい本を隅から隅までしっかり読まないと思ってしまいがちですが、そんなことはないんです。ワインと同様、自分のタイミングでふさわしい時期に読むために、しばらく寝かせて熟成させているようなものだと捉えてはいかがでしょうか。次に、本の選び方です。あなたはいつもどんな風に本を選んでいますか？タイトルでしょうか？著者でしょうか？テーマ？デザイン？それともベストセラーだから？人に勧められたからかもしれません。本を選ぶと一言で言っても、いろいろな基準がありますよね。では、今の自分にぴったり合う本はどのようにして見つければいいのでしょうか？本書ではたくさんの選書術が紹介されていますが、ここではその中の同質の原理選書術をご紹介します。音楽療法に同質の原理というものがあります。例えば、落ち込んでいる時には静かな曲の方が心に寄り添ってくれます。逆に、元気な時にはアップテンポな明るい曲を自然と聴きたくなるものです。このように、私たちは自分の精神状態に合ったものを好み、心が癒されていくんです。同じように、どんな本を選ぶかで自分の精神状態も見えてきます。落ち込んでいる時は、やはり暗めのトーンのものや重い内容のものを手に取りますし、気力が充実している時は、自己変革などを説く積極的な内容のものを手に取ります。自分の精神状態に合ったものを取り入れることが大切なんです。ただ、落ち込んでいる時に重い内容を読むのはいいのですが、それを続けると、かえって落ち込んだ状態から抜けられなくなることもあります。音楽療法では、静かな音楽をひとしきり聴いたら、陽気な曲へと少しずつ変えていきます。同じように、読書の場合も少しずつ引き上げていくことを意識してみましょう。落ち込んでいる時のおすすめの一つは、お気に入りの漫画の一気読みだそうです。
主人公が成長していくタイプの作品で、ある程度の長さのものを集中的に読む。主人公と自分を重ね合わせ、その成長を追うことで自分も成長していくようなカタルシスが得られ、主人公の挑戦に力を得て、精神状態も高まっていきます。また、本当に落ち込んでいるときは、あえて全く関係ない本を読むという方法もあります。著者の知人は、精神的に辛かったときに家電の取扱説明書を読んでいたそうで、次に電源を入れるといった単調さが催眠のようで心地よく救われたそうなんです。自分に合った本を自分で処方することができるようになれば、あらゆる困難を乗り越えるための力を得る術を手に入れることができるんです。不安に揺れる心を整えてくれるだけでなく、本質的な問題に向き合う力を与えてくれる読書セラピーをあなたも活用してみませんか？この本は読書のセラピー効果を教えてくれるだけでなく、本の選び方、本の読み方、さらにこちらの具体的な悩みに対して効果がある本をお勧めしてくれるんです。例えば、不安でいっぱいになってしまった時はこの本、孤独を感じる時はこの本と、実際に相談に乗ってもらっている感覚です。博識でとにかく本が大好きで、本に助けられた著者が、ご自身で本で癒された経験をクールに熱く伝えてくれる本です。読書セラピーそのものについても、本の読み方、選び方についても、まだまだたくさんの興味深い話をしてくれていますので、気になる方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。